はい、皆様、こんにちは。みえちゃんです。もうね、ずいぶんお久しぶりで、ずっと更新できずね、申し訳ありませんでした。ちょっとね、持病のね、検査でこの間、数値が悪くてね、体調がいまいちだったんですけど、まあ今も食事もね、気をつけたりしてね、だいぶ良くてね、はい、おかげさまで元通りね、また仕事したりね、絵を描いたり、好きなことあれこれやってますね。え皆さんおかわりないですか？休んでる間もね、なんかコメントをねいただいたんですけれども、あんまりお返事もねちゃんとできなくってね、すみませんでした。そしてね、ついね数日前もね、ある方からもう感激するね声援のお言葉いただきまして、本当にね涙が出るほど感激しましてね、動画の配信をねまた心待ちにしてますってね言っていただいてね、本当にありがとうございました。まあご無沙汰してる間にね、風さんの情報がねまた目まぐるしくね変化しててね、NN ジャズフェスのことが発表された時ね、とってもびっくりしたしね感動したんですけど、まあそれでとどまらずね、もうヨーロッパアメリカツアーとね次々行くことになりましたね。そしてついにね、このね、これですよ。ねえ、モントルのジャズフェスですよ。もう世界三大フェスのね、一つでね、今年はなんか16日間にわたってやるのかな。有名人ばっかりね、出場するんでね、まあ、あそこはまだね、敷居が高くて、あの、とてもじゃないけどね、まだ数年、いくら風さんでもね、数年先じゃないかななんて思ってたんですよ。あれもですよ。ねえ、もうすごいですね、風さんね。で、今年のね、出演者見ましたらね、もう、びっくりですよ、本当にね。ここ、チャガカーンとかね、はい。結構ね、懐かしいお名前がいろいろあってね、サンタナとかね、ニール・ヤングまでいますね。それから、ダイアナ・ロスとかね、すごいんですよ。うん、びっくりしちゃうんですけど、でそうそうたるねメンバーでミュージシャンばっかりで、はい、いつかお話ししたねサマラ・ジョイなんかもいますね。ここにジョー・ボナマッサもいますね。はい、こんな感じですね。でなんかステージがね2種類あるんですよ。でここにラックってあります。これ湖のことですね。それでこっちがカジノですね。カジノと湖のステージと両方あってね、で梶さんは14日のねこっちのカジノに出るんですね。出てくるかな、どっかちょっとこれ見づらいんだけど、とにかく14日のカジノステージなんですよ。ありましたね、ここに藤井風ってね。はい、こちらに出ますよ。そしてね、まあね、この希望としてはね、風さんのイメージ的には湖の方のねステージにしてもらいたかったんですけどまあこの際贅沢は言いません。はい、言いません。はい。で同日この風さんと出演する人がねすごいんですよ。またね、フィニアスさんって言ってね、ご存知ですかね。どっか出しといたんだけどどっか行っちゃったかな。この人ね、この人ね、ビリー・アイリッシュの、お兄さんなんですよ、本当の。この人もシンガーソングライターでね、同じ日に風と同じステージ立つんですね。ビリーさんこれですね。この素敵なビリー・アイリッシュさんね。うん、この人もシンガーソングライターね。で、お兄さんもピアノでね、歌ったりして素敵なんですよ。ねえ、こんな有名人と同日出演ですよ。もう私もね本当に年ね、まあ、お年寄りじゃなくてお年頃なんですけどもう年がいもなくね、もう本当興奮しちゃいますね。はい。もうねぜひねいらっしゃって、たくさんの人いらっしゃっていただきたいんですけども、もし自分がね行くんだったら絶対このモントル行きますね。はい。モントルはね、ジュネーブの町から、ジュネーブここですけど、ジュネーブからね、まあ電車で近いと思うんですね。うん。モントルこれですね。モントルすごい綺麗なとこですね、これも。
それで空港もね、ジュネーブ空港大きくもない、小さい空港なんですけど、すごくね、もうこじんまりした空港で行きやすいんですね。ちょっとそこのドア開けたらもうジュネーブの街みたいな感じなんですよ。はい。ですごく行きやすいですね。で実はね、ジュネーブにね、主人の妹がね、長年住んでましてね、ILO っていうんですか、国際労働者機構かな、あそこの事務官やってましたからね、もう引退しましたんですけど、だからね、ジュネーブはね、たびたび行ってるんですけど、ね、そこから最後に行ったのはもうだいぶ前だからね、今はどうだか分かんないけれども、すごい治安がいいんですね。日本と同じでね、例えばスーパーで買い物した時なんかね、荷物ちょっとそこら辺に置いといても誰も取らないぐらいなんですよ。だからって油断しないでくださいね。もう日本一歩出たらもう絶対注意しなきゃダメですね。他の国だとそんなことしたらもう123で消えますからね、荷物がね。はい。だからね、モントルもね、ジュネーブもね、フランス語圏なんですね。フランス系の人が多いのかな。パリからもね、特急でもう1時間ぐらいですけど、だけどね、住んでる人たちがね、パリと全然違うんですよ。なんていうのかな、もっとね、おっとりしててね、親切な人が多いですね。はい。それで、だからね、すごく居心地がいいですね。で鉄道もね、スイスは発達してるしね、バスもいっぱいあってね、山の方にもバスで行かれますし、食べ物も美味しいしね。でこのね、なんといってもこの湖ね、このセレブの別荘なんかがこういうところにあるんですよ。こういう岸のところにね、このレマン湖のね、綺麗なね湖ね。でだからこの周囲っていうのはもう健康志向なねレストランいっぱいあるんですね。私なんかあれおすすめしますね。そば粉のクレープなんていうのがあってね、もう今もあるかどうか分かりませんけど、あったらね、是非試してみてください。すごく美味しいです。クレープの中にね、クリームシチューとか入っててね、もうめちゃくちゃ美味しいです。もちろんね、デザート風に甘いのもあるしね。あと朝ごはんなんかもね、ちょっとそこら辺のカフェに入ってね、絞りたてのオレンジジュースとね、カフェオレとね、クロワッサンは焼きたてで美味しいですよ。ね。ただね、物価が高いんだよね。行けばね、妹のとこでホテル代かからないんですけど、やっぱり今円安だからね、もう使うお金がもう桁違いですからね。はい。もう年金、私みたいに年金5万円の身じゃね、もうとってもじゃないけどね、無理ですね。はい。もう行くとね、いつも私の場合ジュネーブですけど、行くともう腰据えちゃって、あれなんですけど、1週間とか1ヶ月とかあっという間なんで。だけどね、小さい町だからね、退屈しちゃうんですよ。都電に乗るともう一日でもほとんど巡れちゃうんですね、町はね。はい、だからここのジュネーブを起点にして拠点にしてね、近くのイタリアとかドイツとかもね行かれるんですね。だからね、今回はね、お金持ちの方々にね、ぜひぜひ行っていただいてね、このモントルーに行っていただきまして、はい、ぜひぜひまたね、動画の配信を期待してしまうんですけれどもね。はい。もうそれでね、なんていうの、このモントルにね、もしいらっしゃるならね、おすすめがね、あれなんです。ぜひね、湖のね、遊覧船に乗ってほしいんですね。こういう遊覧船でね、これに乗るとね、いろんなとこ行かれるんですよ。ほいでね、昔のね、ここ出るかな、昔のこういうかわいいね、小さいお城がいっぱいあるんですね、あちこちにね。こういう島みたいなとこもあって、そこに村があって、もうお花で溢れててね、ほんといいですよ。ぜひいらしてみてくださいね。私ね、なんか何喋ってるんでしょうね。スイス観光局みたいに
なってしまいましたけど、すいません。今回ねアメリカツアーもあるしね、もう大変な騒ぎですよね。それでね、皆さんあれ見ました？梶さんのね、このインスタのね、この英語のね言葉ね、はい、これですよ。これ話題になってましたけども、紹介した方たくさんいらっしゃるとは思いますけど、まあここで私なりのね例によってこの英語のメッセージを皆さんとね味わってみようかななんて思うんですけど、いかがでしょうかね。はい、これねこの間この翻訳出てたんですよね。だけどAI のだったのかな、すごくちょっととんちんかんな翻訳だったんで消されちゃってそれで消しちゃったみたいなんですね。でまあね、これちょっと読みましょうかね。はい。Honestly, I don't know what to do. Lord help me. Like seriously. Thing has been low-key chaotic lately. Hope we're gonna make it through divinely. とありますね。発音悪くてすいません。これね、短いメッセージですけど、すごい深い意味があるんですね。で、そうそう、それでね、これと前後して不思議な魔女さん出てましたよね。見ました？魔女のおばあさんね。おばあさんって言ったら怒るかな。グッドウィッチさんね。あの方が何か言ってる動画もね、インスタに上がってましたよね。あの意味もね、これからお話ししますね。で、この英語ですけど、この Lord help me ね。この Lord っていうのは、まあここでは神様のことですね。王様という意味もありますけど、だから神様助けてって言ってるんですね。もう何なんの世界ですよ。これはね、神様助けてやばめやばめって言ってるんですね。そしてね、次にね like seriously ってありますね。これはねすごくよくね使われる言葉なんです。これですね。でね日本語でもね同じ言葉あるんですよ。マジとか言いますね。あれですよ、まさに、あれと同じです。そして Thing has been low-key chaotic lately ってありますけど、chaotic っていうのはケオスから来てるんですね。ケオスっていうのは日本語ではカオスって言いますね。もうごっちゃごちゃっていう意味ですね。私の部屋みたいな感じですけどね。はい。それでねローキーっていうのもねよく使うんですね。このローキーどこだっけ。これもよく使う言葉で、まあこれは深い意味ないですね、あんまり。まあこれはなんとなくとかね、ちょっととかいう意味ですね。だから最近ちょっとカオスになっちゃってんだなって言ってるんですね。次々にね公演とかフェスのスケジュールが入ってることをね指しているんでしょうね。そして「Hope we're gonna make it through divinely」って最後に言ってますね。この最後のね言葉がすごい意味があるんですね。まずね「We're gonna make it」と言ってますけど、これは俺たちうまくやれるさって言ってるんですね。そしてここでねIではなく We と言ってるんですね。私たち、僕たちねと言ってることが風さんらしいんですね。もういつも風さんね、僕たち一緒にっていう意味があるんですね。ワンネスですね。もう一丸となってという意味です。宇宙と一体となってるんですね。そして through divinely、 これがすごいんですね。この divinely っていうのはね、この最後のこれはねこう訳が出るでしょ。神の力で、神のようにね、神々しくっていう意味ですけど、この場合は神様の力でっていう意味ですね。風さん風に言えばハイヤーセルフと一体となってっていう意味だし、みえちゃん風に言うとね、宇宙と一体となって宇宙の自分としてっていう意味ですね。だから個人はいないんですよ。全体を通してね、風さんっぽく言うとね、神様助けてやばめやばめ、なんか最近ちょっくらカオスになってるけど、みんなで
うちらなんだ俺ら俺らなんとか聖なる力で乗り越えていこうやっていうことですかね。はい。これなんかロナウドゥさんあたりが言ってくれたらぴったりなんだろうけど私の声だとなんか感じてませんけどね。つまりね、風さんの場合あくまでもねそこに自分がいないんですね。ステージでねパフォーマンスするのは風さんとかメンバーですけども、彼らを動かしてるのはもう宇宙なんですね。ハイヤーセルフなんだって言ってるわけです。はい。まあ風さんワールドを知ってる人にはピンとくるでしょうけれどもね、ずっとねまたハードスケジュールになりそうなんでね、内心大丈夫かななんて思ってたんですけども、まあこれ読んだ時風さんは大丈夫だと思いましたね。なぜならですよ、いつも言うように個人の自分がいない時全てはうまくいくってねお話ししてきましたけど、あれですね、もう宇宙にね、天に神に仏にね、あとハイヤーセルフとか何でも呼び名は OK ですけど、そういうものに全てを委ねてしまえば物事は全部うまくいくんですね。なぜなら委ねることで自我というものがおとなしくなるからなんです。もうね、自我はねあらゆる苦しみのもとってね、私もね言ってきましたけど、これはね世界中のあらゆる宗教が言ってきたことだっていうこともねいつかお話ししましたけれどもね、ちゃんとした宗教ですよ。それはね新興宗教とか今流行りのスピとかねカルトじゃなくって、キリスト教でも仏教でもね禅でもカトリックでも、まあ究極的には言ってることは同じなんですだと思うんですね、私はね。そしてね、だからねインスタに風さんが出してたグッドウィッチさんね、いい魔女さん、はい、あの方もねそう言ってましたね。全ての宗教はね同じことを言ってるんだよと。つまりあれをインスタに出したっていうことは、それは風さんの考えでもあるんだよっていうわけなんですね。はい。あれ見た時私はやっぱりな、風さんちゃんと分かってるなって嬉しくなったんですよ。何かね今心に問題抱えてるとかね、苦しいとか寂しいとか悲しいとか、そういう辛い気分でいる時って必ずそこに自分というものがあるんですね。これに気づけばもう人生からあらゆる悲しみ苦しみはなくなっちゃうんですよ。そしてただね感謝の思いが生まれてきますね。もうそれに気づいた人が本当に幸せな人って言ってもいいと思うんですね。だからね風さんの場合も自分がやってるんじゃない、常に聖なる力がやってるから、もう怖いものなしなんですね。うん、自分がねあると物事は必ずうまくいかないし苦しみが生まれますね。例えば何かになろうとして偉くなろうとか、すごいスターになってやろうとか、ものすごいお金稼いでやろうとか思ってね努力すると、そこには必ず苦しみも同時にあるはずなんですね。競争心とか嫉妬心も生まれます。だけど例えば私なんかね下手な絵描いてますけど、まあ下手は下手なりにねうまく描いてやろうなんてねとかね、絶対入賞してやろうなんてそういう思いがあるとね、つまり自分があると絶対いい絵は描けないんですね。自分をよく見せようとかねうまくやろうとかしないで、ただただ無心に行動する時にもう全てそれはね自分じゃなくて宇宙エネルギーが勝手にやってくれるのでうまくいくんです。風さんはそのことを知ってるんですね。だから風さんのパフォーマンスを見た人もそのエネルギーが移って感動するんでしょうね。この間YouTube のおすすめに出てきたんだからね、なんとなく見たんですけど、養老孟司さんという方いらっしゃいますね、有名な。あの方私あんまり知らなかったんですけど、本も読んだことないしね。でその方の講演の動画をなんとなく見てたらね、まあね日本はずっと仏教で無我だからとかね、事故なんかなくていいとかね、自分なんかない方がはるかに楽なんだよっておっしゃってたんですよ。分かってるなと思いましたね。はい。あと自我について言ってる動画でね最近感銘を受けたのは柳宗悦さんっていうね偉い方いらっしゃるんですけど、まあこういう日本人は今ではほとんど絶滅というかねもういらっしゃらないと思いますけど、この方がね自我について言ってることをまとめた動画があってね、とても感動しました。
だから興味のある方はねリンク貼っときますので、是非ご覧になってみてくださいね。ちょっとナレーションが AI なので聞きづらいんですけど、言ってることはすごいです。あら、大丈夫かな。ちょっと電池が心配になってきましたので、はい、じゃあこの辺でね、今回の風さんのインスタのメッセージもつながるね重要なヒントがもらえると思いますので、はい、今回はここまでにします。またねお会いしましょう。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。それまでお元気でいてくださいね。それではさようなら。ありがとうございました。